お世話になっております。マサルです。今回は Linux102 試験で鬼門とも言えるシェルスクリプトについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回のテーマはシェルスクリプトです。早速結論からいきましょう。シェルスクリプトとはコマンド操作が記載されたテキストファイルのことを言います。スクリプトとは台本、脚本という意味があります。スクリプトでない場合、コマンドは一つ一つ実行していくことになります。定期的な作業の場合、何度も同じコマンドを一つずつ実行するのは大変ですよね。そこでスクリプトを使って実行したいコマンドをまとめます。その結果、スクリプトを一つ実行するだけで複数のコマンドを実行できるので、とても効率的に作業ができるようになります。では具体的に見ていきましょう。それでは早速こちらの問題に挑戦してみてください。バッシュシェルスクリプトで適切な指板の書き方はどれですか？ A、B、C、D それぞれ見てみて、どれが適切な指板か考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は B の書き方が適切な指板の書き方です。正解できましたか？それではシェルスクリプトの基本、指板についてお話をしていきたいと思います。まずシェルスクリプトとは基本的に上から下に向かって実行されていきます。まずは1行目に注目してください。通常1行目にはシャープびっくりマークで始まる指板を記述します。指板の役割は実行するシェルを指定することです。この行ではシャープびっくりマークの指板でbin配下にあるバッシュをシェルとして実行してくださいと指示しているわけですね。少し話を脱線して、どうして指板という名前なのかについてお話ししたいと思います。指板の名前の由来はいくつかあるようですが、一つの説としては、シャープのマークはシャープ、びっくりマークはバングと発音するとして、シャープバングが短くなって指板になったという説があります。これは覚えやすくていいですよね。では話を指板の役割に戻します。シャープ10の動画でシェルとは何かでお伝えしたように、シェルとはユーザーとカーネルの間で通訳のように取り持ってくれる存在です。現在はバッシュがよく利用されていますが、バッシュ以外にも様々なシェルがあります。なのでこのように明示的にバッシュを使いますと指定しているわけですね。では次の行を見てみましょう。次の行ではエコーコマンドで画面に勝るという文字列を表示するコマンドが書かれています。なのでこのコマンドを実行すると勝るという文字列が画面に表示されることになります。では次の行です。次の行はエコーコマンドを使ってまさこという文字列を表示するコマンドが書かれています。しかし前の行と違って行頭にシャープがあります。このシャープはコメントを意味します。結論から言うと、この行はコメントなのでコマンドとしては実行されません。シャープマークのコメントは本来シェルスクリプトの動作を説明するために利用されます。例えばシャープ勝ると表示するというコメントで説明をして、その下にエコー勝るというコマンドがあると分かりやすいですよね。この記述の場合、シャープ勝ると表示するというのはコメントであり、コマンドとして実行されることはないです。このシャープのマークが行頭に来ているときはコメント扱いされて、コマンドとしては実行されないという特徴を覚えておきましょう。ちなみに現場では無効化したいコマンドにシャープをつけることでコマンドを実行させないこともあります。シャープはコメント化することでコマンドとして実行させない働きがあるということをしっかり覚えておきましょう。なお、指板だけは特別扱いで行頭にシャープがありますが、
シャープびっくりマークの2文字で指板です。指板は先ほどもお伝えしたように利用するシェルを表しています。これはコメントではないので注意してくださいね。では具体例を見ていきましょう。まず最初に cat コマンドを使ってまさる .sh というテキストファイルの中身を確認しています。ファイルの中身の1行目が指板です。利用するシェルとしてバッシュが指定されています。2行目のエコーコマンドは画面にまさるという文字列を表示します。3行目のエコーコマンドは行頭にシャープがついているのでコメント化されており、これはコマンドとしては実行されません。それではこのシェルスクリプトまさる .sh を実行してみたいと思います。シェルスクリプトを実行する方法はいくつかありますが、一つの方法としてバッシュコマンドを利用する方法があります。バッシュコマンドの後ろに実行したいシェルスクリプトを指定します。バッシュまさる .sh を実行すると、まさる .sh の中にあるシェルスクリプトが実行されます。その結果、まさると出力されていますね。これはエコーまさるの実行結果が出力されているということですね。シェルスクリプトのイメージ、なんとなくできましたか？次はシェルスクリプトの引数についてお話しします。それでは早速こちらの問題に挑戦してみてください。次のスクリプトを実行した時の出力はどれでしょうか？コマンドはバッシュテスト .sh まさる YouTuber とコマンドを実行します。A、B、C、D どれが正しいか考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は A、まさる YouTuber が正解です。皆さん分かりましたか？それでは次にシェルスクリプトの引数についてお話しします。シェルスクリプトは1回実行するだけで複数の処理をまとめて実行できて便利なのですが、シェルスクリプトの中身を少し変えて実行したい場合があります。そういう場合は変数を利用すると便利です。変数って何だっけという方は、一つ前の動画、シェル変数と環境変数の中で変数について詳しく説明しているので、こちらをご覧ください。ここでは簡単に変数について説明します。変数というのは名前付きの箱のような存在です。前回の動画ではオーダーという箱の中にアイスカフェモカという文字列を入れましたよね。今回はシェルスクリプトの中で変数1と変数2という箱を作って、この変数の箱の中に入れる値を引数で指定しています。例を見てみましょう。まず cat コマンドを使ってテスト .sh の中身を確認しています。最初に指板があって利用するシェルを指定しています。次の行でエコードルマーク1ドルマーク2という記述があります。このドルマークが変数を表す記号です。つまりエコーコマンドで表示するのは変数1の箱の中身と変数2の箱の中身ということになります。ではこのシェルスクリプトを実行してみましょう。実行するときにはバッシュコマンドでしたね。この例ではバッシュコマンドでテスト .sh のシェルスクリプトを実行するのですが、その後ろにまさる、そして YouTuber という文字列があります。これが引数に該当します。この2つの引数が変数に代入されます。具体的にはシェルスクリプトテスト .sh を実行するときに変数1の箱の中にまさるという文字列が代入されて、変数2の箱の中に2番目の引数 YouTuber という文字列が代入されます。その結果エコーコマンドによって表示されるのはまさる YouTuber という文字列になります。シェルスクリプトの引数、なんとなくイメージできましたか？ではここで考えてみてください。現在のシェルスクリプトを実行するとまさる YouTuber という並びになります。この並びを YouTuber まさるにするためには引数をどのようにしてあげればよいでしょうか？
これはとてもシンプルですよね。1番目の引数を YouTuber にして2番目の引数を勝にすれば YouTuber 勝という実行結果を得ることができます。シェルスクリプトというとすごく難しく感じますが、まずは今回のような基本から勉強していきましょう。それでは今回の学習内容をまとめていきます。今回はシェルスクリプトについて一緒に勉強しました。シェルスクリプトとはコマンド操作が記載されたテキストファイルのことです。スクリプトを1つ実行するだけで複数のコマンドを実行できるので効率的に作業ができるようになります。前半はシェルスクリプトの基本として指板についてお話ししました。指板はシャープびっくりマークで指板ですね。バッシュが存在する場所を指定している B の選択肢が正解です。後半はシェルスクリプトの引数についてお話ししました。シェルスクリプトの中に変数を用意しておくと作業を柔軟に実施することができるようになります。今回の場合、引数1の勝という文字列が変数1に代入されて、引数2の YouTuber という文字列が変数2に代入されます。結果として勝 YouTuber と出力されます。ここでお知らせです。勝の勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。今年は勉強頑張るぞという方はぜひお気軽にお越しください。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、Discord のアカウントを YouTube のアカウントに連携してもらえればすぐに参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。今回も全く関係ないお話で恐縮なんですが、多分この動画が出る頃が父の誕生日なので少し父の話をしたいと思います。実は私の動画の字幕作成1年くらい父がやってくれています。すでに父は仕事を退職していて時間を持て余しているようだったので字幕作成をお願いしました。もともと父はコンピューターに強いわけではなく、タイピングはかなりゆっくりならなんとかできる程度だったので、やってみてもらって無理なら無理でもしょうがないかなという気持ちでお願いしたのですが、皆さんも今字幕見れてますよね。父はすごく頑張って字幕を作ってくれています。むしろこの文字は見やすくするためにこうした方が良いというような工夫をしながらやってくれています。すごいですよね。自分の父もそうですが、自分よりも年を重ねた先輩たちが頑張る姿を見ているとかっこいいな、自分も頑張ろうと思います。そういう自分もいい年になってきたので、周りの若い方たちにかっこいいな、自分も頑張ろうと思っていただけるように自分自身も挑戦していきたいと思っています。皆さんも新しい1年一緒に頑張っていきましょう。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。